今回はこのキッチンに壁を作っていきたいと思います。こんな感じで猫ちゃんが料理中でもキッチンに入ってきてしまうので入らないようにしたいと思います。簡単な設計図を作ってみました。まずは枠から作っていきます。枠は 1x4 と 2x4 で作ります。1x4 だけトリマーで飾り面取りしました。ブライワックスのチーク色で塗っていきます。今回キッチンの壁を作るにあたって3つ注意点があります。1つは猫ちゃんがキッチンに絶対に入らないようにすることです。以前住んでいたところでキッチンのドアを開けてしまい食べ物を食べ尽くしてしまったので、この対策は絶対必要ですね。2つ目は空気の循環ができることです。空気の通り道が全くないと夏場は湿度と温度が大変なことになってしまいます。3つ目は海外風におしゃれにすることです。最初柱にリアウォールをつけて設置をする予定だったのですが、上に下地があることが分かったのでこのように変更しました。今持っている柱のところに扉を設置するので筋交いを設置して強度を増しておきます。ここは空気の通り道を確保するために柵を使用することにしたのですが、いいものがなかなか見つからず本当に苦労しました。柵の周りの枠は 1x4 材に突き板を貼り付けてワトコイルで塗っています。シナベニアにワックスを塗ったのですが、下地処理が良くなかったのかだいぶムラになってしまいました。同時進行でドアを作成していますが、また別で動画を上げる予定なのでぜひ見てください。塗った時は納得いかなかったのですが、改めて見るといい感じかもしれないです。
今回ワトコイルはミディアムウォルナット色を使用しました。ネットより近所の冊子屋さんの方が少しだけ安かったのですが、運ぶのが面倒だったのでネットで注文しました。アクリルは傷がつきやすいですが、傷を消すのに研磨剤などを使用しなくてはいけないので少し面倒かもしれません。意外ですが、ガラスよりアクリルの方が少しだけ透明度が高いんですよね。猫は3から5センチ以上隙間があると通り抜けてしまう可能性があるとのことで、通気確保のために 2.8 センチほど隙間を空けました。切り口を触ると結構痛いので、加工するとき注意が必要ですね。ここを塞げばさすがにもう入ってこないでしょう。ホワイトウッドの角材をトリマーで削り、プライワックスのチーク色で塗りました。トリマーで溝を掘り、アクリルを入れてます。最初予定になかったのですが、猫ちゃんが外からキッチンを見れるようにしたいと思います。
ジグソーだと曲線の部分がうまくできなかったため、ホームセンターで糸のこ板を使って切り抜き、トリマーで上下を面取りしました。実際に切断するところより 1,2 ミリ内側をジグソーで切りました。
ここが吹っ飛んでしまったので、もう一回新しいのを作りたいと思います。ここの緑色の部分はモールディングにする予定でしたが、デザインを変更することにしました。付属のビットで少し削ってみたのですが、全く削れませんでした。割れてしまった方も塗る前から同じようになるのが分かります。場所によって1から3ミリ長さが違ったので、また取り付け時分かるようにしておきます。おそらくこの十字の部分の取り付けが少しずれていました。モールディングとの色の違いが少し気になりますが、これは仕方ないですね。
ここの材料はほとんどレッドオークで仕上げました。ホワイトオークで作りたかったのですが、やはりお値段がします。マルトクショップさんで調べてみたら、ホワイトオークはレッドオークの約 1.6 倍の値段でした。ここの柱は SPF 材にワックスで仕上げましたが、レッドオーク材ならもっと綺麗に仕上がったかなと思います。ただそれだととんでもない金額になってしまうので、これはこれでいい仕上がりになったかなと思います。最初作る前は何をどうしたらいいかわからない状態だったんですけど、なんとか形になってよかったです。次回はこの扉の作成動画の予定です。今後もこんな感じで DIY していく予定なので、チャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。